邪魔します。いらっしゃい、望月さん。今日もよろしく。いつも通りお掃除とお食事の準備で大丈夫ですか？うん、大丈夫。わかりました。じゃあまずお掃除から始めますね。ごちそうさま。今日も美味しかった。お口に合ってよかったです。さあどうぞ、食後のお茶です。ありがとう。香りも味もすっきりしてて美味しい。今日のお茶はお花に合わせてカモミールティーにしてみました。花に合わせてってことは、この花もカモミールなの？今日飾らせてもらったのはピンポンマムっていうお花なんです。見た目は結構違うんですけど、どっちもキク科の一種なんですよ。幼なじみの子が教えてくれたお花を参考にして考えてみたんですけど、ほら、この紅茶のパッケージに書かれてる白い花がカモミールです。へえ、同じキク科って言っても雰囲気だいぶ違うんだね。でも真ん中の黄色いところは似てる気がする。そうなんです。面白いですよね。ここに来始めた頃はちょっと近寄りがたいっていうか、話しかけづらい雰囲気があったけど、こんなに普通に話ができるようになれて嬉しいな。それにしても毎回面白い花を紹介してくれるね、その幼なじみの子。確か望月さんも一緒にバンドしてるんだっけ？花とか調べるの練習の邪魔になったりしてないかな？練習や歌詞作りの息抜きみたいな感じでやってくれてるみたいなので大丈夫だと思います。そっか、よかった。本当は家事代行でお邪魔してるお客さんのお家だってこと忘れちゃダメなんだけど、世間話としてなら自分たちの話をしても大丈夫だよね。実は最近私たちライブハウスで演奏したんです。カバー曲だけじゃなくてバンドメンバーで作ったオリジナル曲も一緒に。オリジナル？それどんな感じの曲？練習の時に録音したものがあるのでちょっと流しますね。これが俺？このボーカルの声どこかで。緊張する。相崎さんはサークルの人たちとたくさん曲を作ってるし、どれもすごい曲だし、どんな風に聞こえてるんだろう。聞かせてくれてありがとう。どうでした？メロディーも歌詞も作った人たちの伝えたいことが分かりやすく表現されてるね。ただ理解しやすい分オリジナリティを生かしきれてないから、フックがもう少し欲しいかな。なるほど。ああ、ごめん、偉そうにいろいろ言っちゃって。八重崎さんみたいにたくさんの曲を作ってる方の意見が聞けて嬉しいです。そう、それならいいけど。そうだ、このボーカルの人公園で歌ってたりする？駅前の路上で歌ってるって話は聞いたことありますが。そっか、どこかで聞いたことあると思ったんだけど、気のせいかな。八重崎さん、今もらった感想バンドの子にも教えてあげたいんですが、いいですか？ああ、うん、私はいいよ。じゃああともう一つだけ。作曲の人も作詞の人も自分たちの曲を聴いた人にどう感じてほしいかをちゃんと考えながら作ってて、
いいと思った。それがあるのとないのとじゃ、届けたい人にちゃんと届くかどうかも変わってくるから。届けたい人か。あ、そういえば。助けたい人がいるの。でも、どう助ければいいのかわからないとき、望月さんならどうする？以前伺った助けたい人って、その後どうなったか聞いてもいいですか？うん。簡単に言うと、そんなに大きくは変わってないんだけど、でもこの間、私が作った曲が、その人に少しだけ響いたみたい。その時、やっと気づけた。自分の曲を聴いた人にどう感じてほしいかを考えることが大事なんだって。そうだったんですね。宵崎さんなら、きっと簡単に曲が作れるんだろうなって勝手に思ってたけど、でも、悩んだり、壁にぶつかったりを繰り返して、一つ一つ曲を作ってるんだ。曲を作るって、本当に難しいんですね。私、メンバーが作曲してる時も、歌詞を作ってる時も、信じて見守るだけで、何もしてあげられなかったんです。もっと何かしてあげられたらよかったのにな。信じて見守ってあげるだけでも十分じゃないかな。信じてくれる人がいるのは、それだけですごく心強いから。実際私は、望月さんの優しさにとても助けてもらってる。週に1回しか会わない私がそう思うんだから、きっとそのメンバーの子は、もっといっぱい感じてると思う。宵崎さん、ありがとうございます。でも、すみません。つい愚痴を言ってしまって。ううん。いつもお世話になってるんだし、これくらい気にしないよ。